はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ワイヤーチャンネルのターです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは DIY でできるエブリィのカスタム動画を皆さんにお届けしております。見終わってからでも結構ですので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、エブリィの荷室のね、収納の改善っていうのをまたやってみようかなと思ってます。以前ですね、ブラインドラケッチっていう、カバンみたいなのをですね、ご紹介したんですけれども、リアクォーターガラスにですね、取り付けるカバン、収納スペースだったんですけど、使い勝手非常に良かったんですけれども、そもそも取り付けの方法がですね、吸盤だったんですよ。で、この吸盤がですね、ガラスに接着されている絡みもありますので、ガラス越しにですね、紫外線をですね、どんどん浴びてしまうと劣化してしまうということなんでしょうか。ちょっとよくわかりませんけども、吸盤がですね、半年もしないうちにダメになっちゃったんです。ラケッチ自体はですね、使える状態なので、どうにかこれをね、復活させることできないかなと思ってですね、今回動画にまとめることにしました。ブラインドラケッチ以外にもですね、ひょっとしたら他の方法でも使えるかもしれないので、最後まで見ていただけるとありがたいなと思います。それでは、本編行きましょう。どうぞ。ほんでね、どういうことかっていうと、取り付ける前にちょっとご紹介しておくんですけど、前こういうのつけたんですよ。これブラインドラケッチ。ここにね、このカバンをつけて新しい収納スペースをね、作ろうっていう、そういう話でも、前回ご紹介したんですけど、これね、よくすると、今もうこんな簡単に外れちゃうんです。なんでかっていうと、これ、吸盤でね、取り付けるようになってて、吸盤のね、相方がね、日光でね、劣化するんですよ。まあ、こっちなんかもね、完全にもう劣化しちゃったので、もう剥がしちゃったんですけど、もうすぐ落っこっちゃうもんだからね、今回ここをね、吸盤じゃないタイプでね、例えばこういうブラインドラケッチとかを置く場所になるようなね、ベースをね、今回作りたいなって思ってるわけなんです。それでね、今日用意したのはね、こちらなんですよ、これ。アルミ複合板っていう部材なんですけど、45センチ ×90 センチのものをちょっと用意してみました。これをね、このリアクォーターにね、こうつけておけばいい作業ができるんじゃないかなっていうことで、その辺の対抗をやってみようかなと思いますね。それでね、この取り付ける方法なんですけど、これご覧になっていただいてるやつ。前ね、使えるかなと思ってつけてみたやつなんですけど、本当はここにこう、板でも乗せて2段重ねでもしようかなと思ったんだけど、結局使ってなかったからね、これは外してしまいますね。よいしょ。これなんか使いたかったんだけどね、はっきり言って使い道がなかったです。まずこれ外れました。わい。もともとね、エブリィはですね、ここ2つと、それと、ここね、ここになんかナットをつけれるようになってるんですよ。ユーティリティナットがあるはずなんだけど、ちょっとこれ外しちゃおう。本当はね、クリック剥がしとか使えばいいんだけど、よし、取れた。ってことは3箇所止めるところがあるんで、これで取り付けしちゃおうかな。そしたらちょっと、この複合板ですね、これね。こいつをね、この窓の大きさに合わせてカットしてしまいますよ。まずね、窓のね、大きさ、型取りします。まあ大体でいいのかなと。窓にはね、直接くっつけるわけじゃありませんので、ちょっと浮かせてつける感じあるから。まあこんな感じかな。なんかとりあえずね、半分に切っちゃいますよ。斜めにしてね、切りますからね。なんかカッターで切れるらしいっていうんで、切れんのかな。なんかね、カッターで切ったらね、なんか綺麗に折れましたね。これでいいのかな。簡単に切れましたが、割とこれ加工楽かも。一応ね、なんとなく切れたんです。で、切り口もね、ちょっと鋭かったので、少しヤスリがけしてね、この角を落としてますね。あとね、角もね、ぶつかりそうなので、ちょっとだけハサミでカットしてます。どんな風になるかっていうとですね、まあこういう風に置けるだろうと思うんですよ。まあまあ、いいところついてるんじゃないでしょうかね。あとは今ちょっとこれに合わせたね、金具を取り付けていってみたいと思います。とりあえずちょっと金具取り付けるんですけど、穴開きにして正解でしたね。なんかこういうのっ
確かネットで売ってますよね、確かね。現場向きのね、なんかやつだと思うんだけど、売ってますよね。2万とか3万とかでさ。でも、これ今回そんなにかかってないので、結構お安くできてるかなって思うんだけど、ね。ちょっと、作ってみましたよ。ちょっとこれ取り付けてみるね。さっきのユーティリティナットのところに決めるわけなんですけど、この位置だね。まず1個決めますよ。で、続いてが、これかな。なんとなく仮合わせで穴位置を合わせてあるんで。よいしょ。で、いいんじゃない？なんか、売ってあるやつみたいだね。しかも、定着半分にちぎっただけでちょっきりいい大きさになったわ。逆側もつけてみるか。こういうのができるからエブリっていいよね。簡単だわ。つうか、取り外しも簡単だから。ね。この複合ボードっていいかもしれない。よくガラスの隙間とかにね、入れてやる方もいらっしゃるけど、それよりかはこっちの方が安心して取り付けできますよね。なんか組んだら早いね。あっという間だったわ。で、ブラインドラゲッジをつけるとこんな感じですね。当初の目的だった、吸盤が死んでボロボロ外れるっていうトラブルが、これでやっとなくなった感じですね。ただ皆さんにですね、ご紹介したいのはこのブラインドラゲッジではなくて、一応今回、これちょっと、この、一応ネジ外してね、よいしょと。外すと、こういう風に元に戻るんで、この状態でのね、応用の仕方なんていうのをちょっと、皆さんにご紹介してみようかなと思います。はい、そしたらね、ちょっとね、説明をちょっとしますね。さっき勢いで作ったんですけれども、この板ね、まず複合板っていうんだけど、樹脂のね、板に金属の薄板がサンドイッチしてある材料でして、普通の金属よりかはちょっと軽くなってる感じになってます。で、今回、この穴開きにしたのはですね、視界の確保ですね。ある程度できればいいかなと思って、こういうのを選んでます。もちろんこれ普通の穴開きじゃないのを使うのもありだと思いますけど、そうなったら逆にこの隙間にですね、断熱材を貼ったりとかするともっといいようになるのかなと思います。材料はね、90センチ ×45 センチをですね、斜めにカットするだけで、右と左のですね、板が出来上がっちゃうという感じになります。だから余計なね、加工なんかもね、せいぜいやったとしてもこの辺の角を切ったりだとか、してるだけなんですよ。で、今回この板を止めるのはですね、車体本体にあるユーティリティナットを使ってます。ここ一つと、それからこの下の方ですね、ここ一つと、ここかなに固定してます。で、固定するこの板なんですけど、この複合板にですね、ボルト締めして付けるようになっています。ちなみにこの補強ですね、に使ってるこの板、横方向の板なんですけど、下が60センチで上が45センチをそのまま無加工で取り付けてます。なので実際にやった作業としてはですね、もうここをカットしただけ、あとはこれをね、作ったぐらいかな。というところですね。これは30センチのね、板をカットして手で曲げてます。もし手で曲げるのがね、きついなっていう方いらしたら、万力とかね、ペンチとかプライヤーとか使って曲げていくのもありかなと思いますね。で、このパンチングメタルになってるんですけど、ちょっとこれね、活用の仕方ちょっとご案内します。で、このパンチングボードなんですけど、元々のパンチングボードの規格とはちょっと違うんですけど、こういうのとかね、ワイヤーになってるやつ。これも全部ね、ホームセンターで買ってきたんだけど、例えば、こうやってね、つけて引っ掛けたりだとか、いくつかちょっと買ってみたんですけど、こういうのとかを買って、例えばこういうね、引っ掛けたりする金具なんかをですね、用意して取り付けたりするのもね、ありかなって思いますね。こうすると、例えばよく軽キャンでカスタムする棚とかね、結構高価なの売ってると思うんですけど、そういうのを買わなくてもね、こういうので代用できるんじゃないかなって思うんですよ。実際例えばさ、こうやってさ、お仕事する人だったらこういう使い方だとか、こうやってね、道具引っ掛けたりだとかね、こうやって
置いたりとかできるわけなんですよ。多分、ここがね、パンチングボードになるだけでもかなり使い勝手が変わってくるんじゃないかなって気がしますね。まあ今はね、例えばこういう道具とか引っ掛けて置いたりとかしてますけど、まあ道具にこだわらず、例えば、メガネ置いたりだとか、携帯置いたりだとかね、ちょっとした物置にはなるのかなっていうふうに思いますね。まあ今回はですね、新しい、収納方法として、ブラインドラケッジをつけるベースを用意したかっただけなんですけど、こういう可能性なんかもあるので、ちょっとご紹介があってら、ちょっとこういうのも買ってみて皆さんにお伝えさせていただきました。はい、ということで、完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか？今回はエブリィのリアクォーターガラスに新しい収納スペースのベースを作ってみました。もともとですね、こういった品物はですね、既製品でもいくつかご紹介されているみたいなんですけれども、ちょっとね、割高っていうのもあってですね、今回はですね、あえてそれを買わずに、ホームセンターだけの材料でですね、どこまでできるかっていうのをちょっとやってみたわけなんですね。実際今回やってみますと、サイズがちょうどいいのが手に入ればですね、1回のカットだけでですね、ドンピシャのサイズができたりとかするわけなんですよ。で、補強に使ったその鉄の骨もですね、ホームセンターに行きゃ大概置いてあるのかなって気がする簡単な材料で固定をしてみました。意外とですね、簡単に出来上がってしまいましたね。かといって、じゃあ出来が悪いかというとですね、そういうわけでもなく、なかなかいい仕上がりになってるんじゃないかなって思ってます。今回のはですね、車中泊とかキャンプとか、レジャーにご利用いただくっていうのもありだと思いますし、お仕事でご利用になる方もですね、きっと何かしか使えるんじゃないかなって気がします。すでに他の YouTube やってらっしゃる方はパンチング剤を使ったそのリアクォーターガラスの、ご案内をされてるみたいだったんですけど、今回はですね、ユーティリティナットをうまく使ってですね、で、なおかつ車体にあまり傷がつかないような加工で、言ってみればボルトオンっていうんですかね、そういうのでできるようなのが、理想かなと思って、でしかも簡単に格安でできれば言うことはないなと思ったので、今回こういう風にまとめてみました。興味のある方はですね、この動画をですね、参考にしていただきながら、楽しいカーライフになればいいかなと思っております。動画は以上となります。この動画を見て面白かった、参考になったという方は、いいねボタン、高評価ボタンよろしくお願いいたします。あと、このワイヤーチャンネルでは引き続きエブリィのカスタム動画を皆さんにお届けしていく予定ですので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、このチャンネルに対するご質問、ご意見、それからカスタムのリクエストをお待ちしております。Twitter 改め X の DM かコメント欄にてよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。